さぶた人間でいうかさぶたみたいなもんなんで、割れた部分をこう修復する、本当にいいメロン。こう全部を。はい、それでは今日はこれです。久々に千匹屋 F6。今日は6月の18日。天気いまいちです。そしてだいたい交配後1ヶ月経ちましたね。そしてちゃんとに玉もほぐれました。ちょっと硬かったようなやつもすべてこの通りで、定点観測のこのメロンももう完璧に緩みました。これでもう緩めるって言った後に温度を落とすっつって、でそれ以降は普通の管理、わざわざ緩ませる努力もしないし、普通の管理でやってきました。それでももう緩み方向にメロンがいってたので、普通の管理のまんま緩んできましたね。いい感じです。でうちの方はもうあれを紙かけた。この紙はね、ほらちょっと白目にあげようかなと思って、こっちも緩んでる。はい。で今回ちょっと白なんですけど、これあれです。印刷してない新聞紙。この時期はこの部屋は大丈夫なんだけど、暖房を切っちゃって昼と夜と朝の寒暖差が結構しっかり、ちゃんとに暖房しっかりと今21度設定です。暖房21度設定なんですけど、ほらちょっと結露してるでしょ。朝と昼一気に照ってくると、朝日の出になって一気にハウスの温度が上がってって、換気しても、その温度が間に合わないで玉が結露する時があって、この結露する時期があるとこの新聞のインクがちょっとここに肌についてちょっと黒くなったり、そんなに汚くはならないんだけどするので、この時期は無地の新聞紙でやるようにしてます。これがもうちょっと夏になるともう開けっぱなしで、ほぼ結露、夜の温度もそこまで下がらないんで結露することもないんで、これ大丈夫だな。それは大丈夫なんですけど、で今回約1ヶ月交配後1ヶ月これやっていきます。玉吹きちょっとこっちに移動させます。玉吹きやっていきますね。一気にいっぱいやりきれないから、動画ではやりきれないんでピックアップしてやっていこうと思います。合体しねえな。合体。そしてでも1ヶ月にしちゃいいメロンになってきたな。本来だったらこれで玉吹きしたらもうちょっと早めに1回紙かけたいんですけど、こう玉吹きます。このネットってやつはかさぶた人間でいうかさぶたみたいなもんなんで、割れた部分をこう修復させるためのかさぶたみたいなもんで、玉吹きをなぜやるかっていうと、このネットの上にさらに細かい傷をつけて、その細かい傷をまたネットが修復してくると、ネットがプリント持ってくるんです。持ってくるっていうのと、あと持ってくればこうちょっと大きめに割れてたりするやつがうまくこう綺麗に盛り上がってくるっていう、そんな寸法でやります。でなのでこれはあくまでもこう、全部やっていくけど、こう見ながら後で全部やっていきますが、でこれが定点観測のメロン。これ本当にいいメロン。こう全部をこすってあげる。それとともにどっかあるかな、ネットが出る時にあれがある、ケロイドのメロン。これね、
こういうさ、ちょっと大きめに割れて、ここに血が出たみたいになってるやつ。これを、汚れを落としてあげると、綺麗になってきて、ケロイドになったメロン。おい、だいぶ目立たなくなってきた。ここいらにほら、ちょっとよく見ると、ケロイドっぽくなっていくけど。これ種じゃない、ネットをしっかり盛らせれば、目立たなくなっていく。ここいらにもあったかな。もうでもここまで来ちゃえば、ちょっと、ここいらにちょっと跡があるんだけど、だいぶわからなくなってきましたね。で、玉伸びは順調、もういい。こっちは大きい方の選抜のメロンです。じゃあ小さい方いってみよう。小さい方はしっかりと小さい。いい選抜ができている。素晴らしい。自分で言うのもなんだけど。こじっかりと。これはお父さんの方の血が出てるんだろうね。で、こうやって全部。こういうね、せっかく大きいのと小さいのに分けていくから、それがしっかりと分かれるように選抜していきたいね。でもいいメロンになってきたな。これなんかネット盛るぜ。あとこれが気になる。これはもうあれ、芽を摘むのが遅かった。もう早めに摘んであげれば綺麗になるんだよね。ほら、これなんか葉っぱの取り忘れとかがあると首がさっきみたいに、これはまだいいけどこんな感じになっちゃうから、だからここの葉っぱとかは早めに取ってあげて傷がつかない。そしてこれだね、こういう風に出ちゃったやつをポリンって取ると、ここがちょっとしたこう傷になるから、こういうのも見っけたら早めに取る。ここは結構ね、マスクメロンにとって命だったりするので、実の次に大事な。で、こういうところをきれいに、これでネットが持ってきます。これで次は紙かけやるんですけど、紙かけたらもう作業的にはほぼ終了ですね。ほぼ終了っつうか、もうあとはあくまでも見た目を良くしていく。見た目を良くするっていうことは観察してやっていくんで、クオリティもおのずとアップしてくるはず。はい、帰ってきました。で、じゃあちょっとせっかくなんで紙かける前にちょっと並びで写していきます。ここが大きな方のメロン、順調に来ております。日々ね、ネットが持っていく感じ。そしてもう第2肥大期でちょっと落ち着いてくる時期なんですけど、それでもしっかりと。で、こっからが小さい。ここからが一回り小さくなります。そして表情もだいぶ違う。ちょっと違う。この中のこじっかりした小さくてしっかりしたメロンを選抜して、来年の夏の種に使えればなと。来年じゃねえな。まだF7、F8 ってあるからな。そういうなことも、ほら。これはなんかちょっと大荒れ気味ね。これはでもほら、チェックしてあるんで、これは7代目には進めない。こう、さっき言ったやつは、こう、大きいやつが出て、ここをこう、取ると、ここが、首がちょっと、あれができちゃう。穴ができちゃう。市場とか行くとやっぱりそういうところまで、ほらこれね、さっき言ったやつ、これにならないようにこういうのも早めに取りたい。はい、そんな感じで玉拭きをしてきましたが、あとはね、ご報告。ここからがあれですよ。こんな動画を作ってあるんでちょっと見てみてください。はい、それではこれです。千疋屋 F6、ほぼきっちり女優して後輩やったんですけど、1個だけこれ一番端っこ咲いてます。これね、これ雌花、これが雌花。ここにこっちのメロンはうちのメロンです。このメロンの
花粉を交配します。交配するよ。はい、交配。よし。もうこれ花がこの女優してないんで、さあ、なんでかわかりますでしょうか。もうこれで交雑ですね。完全に。なので、この1個だけ、F6 を、食レポ企画、1個だけやりたいと思います。この F6 は、今交雑したので、すぐに、種は結局 F6 とうちのメロンの合いの子が F1 でできます。なので、種は交雑してるから、使うと思う、出ると思うけど、F7 には進めない。っていうことですね。ただ、食べる時の肉とか甘さとかはちゃんとに F6 を、肉自体は引き継いでるので、種は引き継いでないけど、6代目まで、食レポをやらなかったんで、今度確実に交雑してるっていうことで、1個、食レポ企画やりたいと思います。詳細は動画の中で見てください。はい、以上です。はい、そのメロンがこれです。交雑してあるメロン。で、さらにもう1個あります。ちょっとこれじゃ出来は良くないけど、交雑したメロン。2つ、線引きや F6 を交雑させてある。交雑させてあるっていうことは、なんでかっていうと、あれです。食レポ企画を2玉だけやりたいと思います。もしこっちに余裕があれば、こっちのやつもやります。やるので、これの、あれですね。玉吹きやって次、紙掛けやって、試しもぎの動画を作るんで、試しもぎの動画の時に、また募集しますんで、その時に、応募いただければ、もし、賄える数字であれば、抽選もなしに普通に送りますが、でも、線引きや F6 は2つしかないからね、その2つで、食レポしていただける人がいれば、食レポ企画をやりたいと思います。このままのこれを送ると、それはもう種ができてるから、線引きや F7 ってうちが選抜してきたやつがそのまんま出ることになるので、ちょっとそれはできないので、交雑させたメロンでやっていこうと思います。はい、それでは今日はだいたい交配後1ヶ月で、正確に言うと32、33日で、玉吹きをやってきました。これもいいメロンだね。だいぶネットも持ってきて、で、玉もほぐれて、ここからはもう発酵の心配はまずないと思います。ここまで1回ほぐれれば。はい、そんな感じで途中経過をお知らせしました。皆さんのメロンも良くなってますか？玉吹きあるとメロンの見た目がぐっと良くなるんで、手が空いてれば、メロン農家はずっと手が空けばできてるメロンを拭いてたりするんで、やってみるといいかもしれません。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。